宙の謎に魅せられた天才科学者がいました。100年以上前、彼は地球外知的生命体からの信号を受信したと主張し、宇宙エネルギーの利用という革新的な構想を描いていました。その科学者の名は、ニコラ・テスラです。木星や火星からの電波信号を探り、宇宙の根源的なエネルギーの存在を確信していたテスラは、当時の科学界では狂人とも呼ばれていました。しかし、彼が提唱した理論の数々が、現代の宇宙開発で次々と証明されつつあるのです。1899年、コロラドでの実験中に受信した謎の信号、それは単なる偶然だったのでしょうか？それとも本当に宇宙からのメッセージだったのでしょうか？テスラの宇宙への洞察は、現代の私たちに驚くべき思想を与え続けています。この謎多き天才科学者の波乱に満ちた人生と、彼が残した革新的な理論の数々について、今日はご紹介していきたいと思います。テスラの最も衝撃的な主張の一つは、地球外知的生命体からの信号を受信していたというものです。これは単なる妄想だと片付けられがちですが、実は興味深い点があります。テスラは1899年、コロラドでの実験中に規則的な電波信号を検出したと主張しています。これらの信号は火星から発信されているのではないかと考え、地球外文明との通信の可能性を真剣に研究し始めました。現代の天文学では、系外惑星の発見や中電波望遠鏡による観測が日常的に行われています。例えば、セティ、地球外知的生命探査プロジェクトでは、まさにテスラが試みたような宇宙からの電波信号の検出を行っています。テスラの時代には想像もできなかったような最新の観測技術により、私たちは今、数多くの太陽系外惑星の存在を確認しています。その中には、地球に似た環境を持つ可能性のある惑星も含まれています。テスラが受信したという信号の正体は謎のままですが、彼の宇宙への探求心は、現代の天文学者たちにも通じるものがあります。実際、テスラの交流システムの原理は、現代の宇宙機器にも応用されています。例えば、国際宇宙ステーション、ISS の電力システムは、テスラが開発した技術を基礎としています。また、火星探査車の無線通信システムにも、テスラが先駆的に研究した電波技術の原理が活かされています。さらに興味深いことに、テスラは宇宙からのエネルギー利用についても構想を持っていました。現代では、宇宙太陽光発電所、スペースソーラーパワーステーションという構想があります。これは人工衛星で太陽光を集め、その電力を地球に無線で送電するというもので、まさにテスラが夢見た無線送電技術の宇宙版と言えるでしょう。実際、JAXA や NASA などの宇宙機関が、この技術の実現に向けて研究を進めています。テスラが考案した共振回路の原理は、現代の宇宙望遠鏡の精密な制御システムにも応用されています。例えば、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の姿勢制御装置には、テスラが開発した電気制御システムの原理が活かされているのです。また、テスラの研究した高周波電流は、プラズマ推進エンジンの開発にも影響を与えています。このエンジンは、将来の不可宇宙探査船の主力となる可能性を秘めています。テスラは晩年、独自の重力理論についても研究を行っていました。彼はエーテルと呼ばれる未知の媒質が宇宙空間に存在し、これが重力や電磁気力の源であると考えていました。現代の物理学では、アインシュタインの一般相対性理論によって重力の本質が説明されていますが、量子重力理論の研究では、空間そのものの性質を探る試みが続けられています。テスラのエーテルの考えは、現代では否定されていますが、物理現象の背後にある統一的な原理を探ろうとした彼の姿勢は、現代の理論物理学者たちにも通じるものがあります。彼は、宇宙の謎に魅せられた科学者の先駆者の一人だったと言えるでしょう。テスラのデスビーム構想も、実は宇宙への応用が考えられていました。彼は、この技術を使って月や惑星の表面に信号を送れると考えていたのです。現代では、レーザー通信という形で、この構想の一部が実現しています。例えば、NASA の月周回衛星は、レーザービームを使って地球との高速通信を行っています。特に注目すべきは、テスラの提唱した無線電力伝送技術が、現代の宇宙開発において重要な役割を果たしている点です。例えば、月面基地計画では、太陽光パネルで発電した電力を無線で月面の各施設に配電する構想があります。これは、
まさにテスラが100年以上前に夢見た技術の応用と言えるでしょう。また、小惑星探査機はやぶさ2のイオンエンジンもテスラの高周波電流の研究が基礎となった技術です。このエンジンは、微細な推進力で長時間の宇宙飛行を可能にし、小惑星リュウグウへの往復という偉業を成し遂げました。テスラは、宇宙空間におけるエネルギーの存在についても独自の理論を持っていました。彼は、宇宙空間には無尽蔵のエネルギーが存在し、それを利用できる可能性があると考えていたのです。現代の物理学では、暗黒エネルギーという謎の存在が宇宙の膨張を加速させていることが分かっています。また、暗黒物質という目に見えない物質が、銀河の回転運動に影響を与えていることも確認されています。テスラの直感的な宇宙観は、現代の宇宙物理学が直面している謎を予見していたとも言えるでしょう。彼が研究した電磁波の性質は、現代では電波天文学の基礎となっています。巨大な電波望遠鏡で観測されるパルサーの発する電波や、遠方の銀河からの電波など、宇宙からの電磁波信号の研究は、宇宙の理解に重要な役割を果たしています。特に、最近発見された高速電波バースト、FRB はテスラが受信したという謎の信号を思い起こさせます。これは、宇宙の彼方から突発的に届く強力な電波信号で、その正体は現代の天文学者たちの間でも議論が続いています。また、テスラの開発した高電圧技術は、現代の粒子加速器にも応用されています。例えば、セルンの大型ハドロン衝突型加速器、LHC では、テスラが研究した高周波技術が粒子の加速に使われています。これにより、私たちは宇宙初期の状態を実験室で再現し、物質の根源的な性質を探ることができるようになりました。テスラが研究した共振現象は、現代の重力波検出機にも応用されています。ライコなどの重力波観測所では、極めて微細な時空の歪みを検出するために、精密な共振システムが使用されています。これにより、ブラックホールの合体や中性子星の衝突といった、宇宙で最も激しい現象を観測することが可能になりました。テスラが夢見た地球を巨大な脳にするという構想は、現代では別の形で実現しつつあります。人工衛星による全地球測位システム GPS や、世界中をカバーする通信衛星網は、まさに地球規模の情報ネットワークを形成しています。さらに、スペース X のスターリンク計画や Amazon のカイパー計画など、新たな衛星通信網の構築も進められています。これらは、テスラが構想した世界規模の無線通信網の現代版と言えるでしょう。テスラの研究した電磁気学は、宇宙空間における帯電現象の理解にも貢献しています。例えば、宇宙機が太陽風にさらされることで起こる静電気の問題は、テスラの研究を基礎として解決されています。また、木星の衛星イオで観測される強力な火山活動は、実は木星との間の電磁気的な相互作用が原因であることが分かっています。これは、テスラが研究した電磁気現象が、宇宙スケールでも重要な役割を果たしていることを示しています。彼が開発した高周波技術は、現代では宇宙からの電波観測にも使われています。特に、VLBI と呼ばれる超長期線電波干渉計は、地球上に分散配置された複数の電波望遠鏡を組み合わせることで、驚異的な高解像度を実現しています。これにより、2019年には人類初のブラックホールの撮影に成功しました。テスラが夢見たエネルギーの無線伝送は、現代では宇宙エレベーターの実現に向けた重要な技術として注目されています。このプロジェクトでは、地上から静止軌道まで伸びるケーブルに沿って、無線でエネルギーを供給する必要があります。テスラの電磁気学の研究は、現代の宇宙環境観測にも大きな影響を与えています。近年、宇宙開発においてテスラの理論は新たな注目を集めています。特に、宇宙空間でのエネルギー伝送と通信技術の分野で、テスラの発想が見直されているのです。例えば、現在 NASA が計画している月面基地アルテミス計画では、月の永久影に太陽光が届かない場所への電力供給が課題となっています。この問題を解決するために、テスラが提案した無線送電の原理を応用した技術開発が進められています。また、火星探査においても、テスラの技術は重要な役割を果たしています。火星の大気中で発生する強力な砂嵐は、探査機の電子機器に深刻な影響を与える可能性があります。これに対して、テスラが研究した電磁シールディングの技術が、探査機の保護に活用されているのです。さらに、
宇宙デブリの除去技術の開発にも、テスラの電磁気学の原理が応用されています。地球軌道上には約2万個もの宇宙ゴミが浮遊しており、これらは人工衛星や宇宙船に深刻な危険をもたらします。研究者たちは、テスラが考案した電磁場制御の技術を応用して、これらのデブリを安全に回収する方法を研究しています。このように、テスラの研究は現代の宇宙開発において、予想以上に重要な役割を果たしているのです。2024年、欧州宇宙機関 ESA は、テスラの共振理論を応用した新しい宇宙探査機の開発計画を発表しました。この探査機は、木星の衛星エウロパの地下に存在する液体の海を探査することを目的としています。テスラが研究した電磁波の共振現象を利用することで、厚い氷の層を通過して海中の状況を詳しく調べることができるのです。また、最近では量子もつれを利用した宇宙通信の研究も進んでいます。これは一点、テスラの研究とは無関係に思えますが、実は彼が提唱した非局所的な電磁気現象の考えが、この研究の理論的基礎となっているのです。さらに驚くべきことに、テスラが構想していた宇宙エネルギーの利用は、最新の反物質研究にも影響を与えています。セルンの科学者たちは、反物質と物質の相互作用から発生するエネルギーを宇宙船の推進力として利用する可能性を研究しています。このような最先端の研究において、100年以上前のテスラの直感的な理論が、現代的な解釈を得て復活しているのです。宇宙空間における電磁場の振る舞いについても、テスラの理論は新たな視点を提供しています。例えば、最近発見された磁気リコネクションという現象は、テスラが予見していた自然界の電磁気的な自己組織化の一例として理解されています。また、ブラックホール周辺の強力な磁場の研究でも、テスラの電磁場理論が参考にされています。最近の宇宙観測技術の発展により、テスラの理論の新たな可能性が見出されています。特に注目を集めているのは、宇宙船の放射線防護システムへの応用です。テスラが研究した電磁シールドの原理を応用することで、新宇宙探査における宇宙放射線からの防護技術の開発が進められています。また、彼が提唱した共鳴の概念は、宇宙空間での新しい推進システムの開発にも影響を与えています。電磁場の共鳴を利用した推進システムは、従来の化学燃料に頼らない、より効率的な宇宙航行を可能にすると期待されています。さらに、テスラの研究した電磁波の性質は、宇宙空間でのエネルギー伝送システムの基礎となっています。特に、静止軌道上の太陽光発電衛星から地上へのエネルギー伝送計画では、テスラが100年以上前に構想した技術が重要な役割を果たしています。このように、テスラの先見性は現代の宇宙開発においても、なお重要な思想を与え続けているのです。宇宙空間における電磁場の影響についても、テスラの研究は新たな知見をもたらしています。例えば、太陽系内で観測される謎の電磁現象の解明に、テスラの電磁波理論が役立っています。特に、木星と土星の間で観測される特異な磁場の変動は、テスラが提唱した電磁場の共鳴現象で説明できる可能性が指摘されています。また、宇宙空間でのワイヤレス通信技術の発展にも、テスラの研究は大きく貢献しています。現在開発中の次世代新宇宙通信システムでは、テスラが研究した高周波通信の原理が活用されています。この技術により、火星や木星などの遠距離からでも大容量のデータを効率的に地球に送ることができるようになると期待されています。さらに注目すべきは、テスラの宇宙エネルギーに関する構想です。彼は宇宙空間に存在する未知のエネルギーを利用できると考えていましたが、この考えは現代の宇宙物理学における重要なテーマとなっています。特に興味深いのは、テスラのエーテル理論と現代の量子場理論との類似性です。テスラは空間そのものがエネルギーを持つと考えましたが、現代物理学では真空のエネルギーという概念で同様の現象を説明しています。また、テスラの提唱した遠隔エネルギー伝送の考えは、現代の宇宙太陽光発電計画の先駆けとなっています。2024年には、アメリカ宇宙軍が軌道上からの無線エネルギー伝送実験に成功し、テスラの夢の一部が実現しました。さらに、テスラの研究した高周波電磁波は、現代の宇宙観測技術の基礎となっています。特に、パルサーやクエーサーからの電波観測には、
テスラが開発した受信技術の原理が応用されています。宇宙の謎を解き明かすための新しい観測装置の開発でも、テスラの理論は重要な思想を与え続けています。2025年に打ち上げが予定されている次世代宇宙望遠鏡には、テスラが研究した電磁波の共振現象を応用した新型センサーが搭載される予定です。このセンサーにより、これまで観測が困難だった暗黒物質の分布をより詳細に調べることができるようになると期待されています。また、テスラの電磁シールド技術は、将来の有人火星探査にも不可欠な要素となっています。火星への長期航行中、宇宙飛行士たちは強力な宇宙放射線にさらされることになります。この危険から乗組員を守るため、テスラが研究した電磁シールドの原理を応用した防護システムの開発が進められているのです。さらに、テスラの夢見た宇宙規模のエネルギーネットワークは、現代では軌道上太陽光発電衛星網として計画が進んでいます。複数の人工衛星で集めた太陽エネルギーを地上に送電するという構想は、まさにテスラが100年以上前に描いていた未来の実現と言えるでしょう。このように、テスラの研究は現代の宇宙開発に大きな影響を与え続けていますが、最も注目すべきは彼の統合的な宇宙観かもしれません。テスラは、宇宙全体が電磁気的な相互作用で結ばれているという考えを持っていました。現代の天文学では、銀河と銀河の間に広がる巨大なフィラメント構造が発見され、これが宇宙規模の電磁場によって形作られている可能性が指摘されています。また、銀河の形成過程における磁場の役割についても、テスラの理論が新たな視点を提供しています。特に、銀河中心部の超巨大ブラックホール周辺で観測される強力な磁場は、テスラが予見した宇宙規模の電磁現象の一例として理解されつつあります。最新の研究では、こうした宇宙規模の電磁現象が、私たちの理解をはるかに超えた役割を果たしている可能性が示唆されています。テスラが残した数々の理論は、現代の宇宙探査技術の開発にも革新的なアイデアを提供し続けています。例えば、2024年後半から本格化している月の永久影探査計画では、テスラが考案した特殊な電磁波センサーの原理が応用されています。これにより、月の極地域に存在する氷の詳細な分布図を作成することが可能となり、将来の月面基地建設に向けた重要なデータが得られつつあります。また、小惑星での資源採掘に向けた技術開発でも、テスラの電磁分離技術が注目を集めています。宇宙空間での資源の採掘と生成には、地球上とは全く異なる技術が必要ですが、テスラが研究した電磁場による物質の分離技術が、その解決策として期待されているのです。さらに、宇宙ステーションや探査機の電力システムにも、テスラの発想が活かされています。特に、太陽光が届かない新宇宙での効率的な電力供給には、テスラが研究した共振回路の原理が不可欠となっています。テスラの発明は、宇宙船の航行システムにも革新をもたらしています。宇宙空間での位置決定と航行制御には、テスラが開発した高精度の電磁波計測技術が基礎となっています。特に、2025年に予定されている木星探査ミッションでは、テスラの理論を応用した新型の惑星間航行システムが導入される予定です。このシステムは、惑星間空間に存在する微弱な磁場を検出し、それを航行の指標として利用するという画期的なものです。また、宇宙空間での物質の状態を調べる技術にも、テスラの研究が活かされています。彼が開発した高周波電磁場による物質分析の手法は、現代では惑星の大気組成や隕石の成分分析にも応用されています。この技術により、私たちは地球外の天体について、より詳細な情報を得ることができるようになりました。テスラの残した研究成果は、宇宙での通信技術の発展にも大きく貢献しています。現在開発中の量子通信衛星では、テスラが研究した電磁波の位相制御技術が応用されています。この技術により、地球と火星の間でさえも、ほぼリアルタイムの通信が可能になると期待されています。また、宇宙ステーション内での無線電力伝送システムにも、テスラの技術が活用されています。宇宙空間特有の環境下でも安定して機能する電力供給システムの実現には、テスラが研究した共振現象の理解が不可欠でした。さらに、宇宙望遠鏡の光学系制御にも、テスラの電磁制御技術が応用されています。微細な電磁調整により、望遠鏡の色様を正確にコントロールし、かつてない高精細な宇宙の観測を可能にしているのです。このように、
テスラの研究は現代の宇宙科学の様々な分野で活かされ、新たな発見の礎となっています。宇宙探査における最新のブレイクスルーの一つは、テスラの電磁波理論を応用した新しい惑星探査技術です。2024年末に発表された研究では、地球型惑星の内部構造を地表から非侵襲的に調査できる画期的な手法が開発されました。これは、テスラが研究していた電磁波の共鳴現象を利用して、惑星内部の状態を詳細に分析する技術です。この技術により、火星や金星の地下に存在する液体の水や地質構造をより正確に把握することが可能になりました。さらに、小惑星や彗星の内部構造調査にも、この技術の応用が期待されています。また、宇宙空間における新たな推進システムの開発でも、テスラの理論が重要な役割を果たしています。特に注目されているのは、電磁場を利用した革新的な推進システムです。これは、テスラが構想していた宇宙空間のエネルギー利用を現代的に解釈し、実用化を目指すものです。宇宙環境での電磁気現象の研究では、テスラの予見が次々と現実のものとなっています。例えば、2024年に木星探査機樹能が観測した木星の磁気圏における特異な電磁波動は、テスラが提唱した惑星規模の電磁共鳴の存在を裏付けるものでした。また、土星の輪に見られる不思議な電磁気的な構造もテスラの理論で説明できる可能性が出てきています。彼が提唱した宇宙空間における電磁場の自己組織化という考えは、惑星の輪の形成メカニズムの解明に新たな視点を提供しているのです。さらに、太陽コロナの加熱メカニズムの研究でも、テスラの電磁波理論が注目を集めています。なぜ太陽の表面よりもはるかに外側のコロナの温度が高くなるのか。この長年の謎に対して、テスラが研究した電磁波の共鳴現象が重要な手がかりを与えているのです。最近の天文学における画期的な発見にも、テスラの理論が影響を与えています。2024年に観測された特異な電波バーストの解析には、テスラが開発した電磁波解析の手法が活用されました。この観測により、約100億光年離れた銀河で起きている激しい電磁気現象の詳細が明らかになりつつあります。また、宇宙の大規模構造の形成過程においても、テスラの電磁場理論が新たな視点を提供しています。と銀河を結ぶフィラメント構造の形成には、宇宙規模の電磁場が重要な役割を果たしていることが分かってきました。これは、テスラが提唱した宇宙全体を貫く電磁的な結合という考えと驚くほど一致しています。さらに、宇宙での資源探査技術の開発でも、テスラの研究が活かされています。月や火星の地下に存在する水や鉱物資源の探査には、テスラが考案した電磁波探査の原理が応用されているのです。例えば、木星の衛星エウロパの地下海を探査する計画では、テスラが開発した電磁波センシング技術が用いられる予定です。この技術により、厚い氷の層の下に存在する海の組成や、そこに生命が存在する可能性を探ることができます。また、太陽系外惑星の大気組成を調べる観測装置にも、テスラの分光分析の原理が応用されています。これにより、地球に似た環境を持つ可能性のある惑星を、より効率的に見つけ出すことができるようになりました。さらに、宇宙空間での新たなエネルギー源の探索にも、テスラの理論が貢献しています。彼が提唱した宇宙エネルギーの利用という考えは、現代では暗黒エネルギーの研究にも新たな視点を提供しているのです。これらの研究は、テスラが100年以上前に描いた宇宙の姿が、現代の科学技術によって徐々に実証されていることを示しています。例えば、地球を取り巻く放射線端、バンアレン帯の研究には、テスラが開発した電磁波計測技術が応用されています。また、太陽フレアの予測や宇宙天気予報にも、彼の電磁気学の理論が活かされています。特に注目すべきは、テスラが予見していた宇宙空間のエネルギー場の存在です。現代の宇宙物理学では、私たちの知らない暗黒エネルギーが宇宙の約7割を占めていることが分かっています。こうした宇宙への深い洞察を持っていたテスラでしたが、晩年になると、その発言はますますキーなものとなっていきました。さらに、デスビームと呼ばれる新しい兵器の開発について、報道機関に奇妙な発言をするようになります。この兵器は250マイル離れた場所から1万機の航空機を蒸発させることができると主張していました。しかし、テスラは本質的に平和主義者でした。彼は、
この兵器によって全ての国が無敵の万里の長城を手に入れることで、戦争を不可能にしたいと考えていたのです。1943年、テスラは86歳でこの世を去りました。デスビームに関する発言のため、アメリカ政府は彼の死後、全ての研究資料を押収しました。戦後、プロジェクトニックと呼ばれる軍事調査チームがテスラのデスビームの構想を実現できないか検討を行いました。実験の詳細は公表されることはなく、その過程でテスラのデスビームに関する資料は消失してしまいます。現在に至るまで、それらの資料の行方は不明のままです。しかし、仮にその資料が誰かの手に渡ったとしても、テスラの頭脳に秘められていた知識がなければ、その進化を理解することは難しいでしょう。テスラの発明は、700以上の特許として残されています。安全で効率的な電力供給システム、水力発電、ラジオ、ロボット工学、X 線写真、電気発電機、スパークプラグ、リモートコントロール、蛍光灯など、現代の私たちの生活に欠かせない技術の多くに、テスラの発明が関わっているのです。彼の見た夢の一部は、現代のワイヤレス充電技術やスマートグリッドとして、徐々に実現されつつあります。エジソンとの確執、壮大な夢と挫折、そして謎に包まれた晩年、テスラの人生は、天才の栄光と苦悩を如実に物語っています。本日の偉大なる発明家についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で素晴らしい宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。